こんなアプリが作りたいを最短で実現。コンセントフロー。業務アプリには不可欠なワークフローシステムとフォーム作成機能を搭載。ブラウザさえあれば承認ワークフローモデラーを使って簡単にイメージ通りのアプリを作成することができます。申請業務の電子化、組織特有の承認経路、コストの節約、スマートフォン活用、クラウド運用、基幹システム連携などに対しての課題をコンセントフローがスマートに解決します。複雑なワークフロー設計もビジュアル開発ツールで思い描くままに素早く作成。さらに他ではできないような高度なアプリ開発もできるのが最大の特徴です。それでは実際に入社2年目の彼が休暇申請アプリを作成する様子を見ていただき、いかに簡単で直感的に作れるかを実感していただきましょう。このキャンパスにそれぞれのステップ、要素をドラッグ&ドロップで配置することによって承認ワークフローを作ることができます。まずは左のパレットから部門レーンを置いてスタート。その中にステップを配置します。これが第1ステップ。ここからボールが次から次へと承認者に渡っていくイメージでステップを配置していきます。次にステップとステップを矢印でつないでいきます。申請書の不備に備えて差し戻しの経路も設定しておきましょう。次に左のパレットより完了、却下を配置し、それぞれを矢印でつなぎます。もちろん承認途中の段階で却下することもできます。次に申請者、承認者へ人をアサインします。特定の人を承認者に指定することもできますが、ここでは申請時に申請者が承認者を指定できるようにしておきましょう。ここまでできたら保存して作ったワークフローを反映させます。次に簡単にフォームを作成していきましょう。このようにドラッグ&ドロップで自由にフィールドを配置できます。レイアウト作成も自動でスマートフォン対応するため、作成時に特に意識する必要はありません。これで完了。出来上がったアプリケーションで早速申請をしてみます。申請者が承認者を設定したり追加したり、柔軟な運用が可能です。次は承認者が承認する様子を見ていきましょう。標準でスマートフォンにも対応しているため、出先からの申請・承認もスムーズに行えます。もちろん承認者へはメールが飛び、また承認一覧画面から自分だけの承認待ち情報がいつでも確認できます。フォームを一から作るのではなく、すでに用意されているさまざまなテンプレートを利用することもできます。そのままでの利用もカスタマイズしての利用も可能です。こんなに簡単に彼が休暇申請アプリケーションを作成することができました。
思ったよりも簡単にできてしまいましたね。おやおや？でも大丈夫。ほら、こんな機能だって充実しています。特定の承認者だけが編集できるようにしたり、申請関係者だけが閲覧できるようにしたり、さらにはフィールド単位での制限や役割ごとの制御などを自由に設定できます。人事異動などで申請中に担当者が変わったら、もうその申請は適切でない人に行ってしまいます。そうならないように承認者を職位で指定することができるため、常に適切な人に承認が行くようになります。承認履歴はもちろん、入力されたフィールドの変更をすべて履歴として記録することができます。誰がいつどこでどういう値を変更したのか一目でわかるため、重要な申請に対しても安心して利用できます。高度なプログラミングを必要とする基幹システム連携なども思いのままに開発することが可能です。MS Teams など使い慣れたコミュニケーションツールからコンセントフローをシングルサインオンで利用が可能です。いかがでしたでしょうか。ここではご紹介できなかった機能もまだまだたくさんあります。高機能な承認ワークフローを備え、簡単にアプリケーション作成ができるだけではなく、制限制約のない開発環境として思いのままに開発したいあなたの気持ちを裏切りません。つなぐ、作る、コンセントフローで加速する。